あ、お疲れです。お疲れ様です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。探してたんですよ。疲れて本当？た。撮るんですか今日パーティー。やっぱり取らない。まだ撮んないですインタビューだけ。おめでとうございます。ありがとうございます。今どういう気持ち？そうですね。まあ嬉しい。でも最高でしたね。はい。そうだよね。全勝優勝だもんね。そうですね。はい。ドラマみたいですね。何場所負け越してたっけ4場所です。？4場所、はい負け越してからの優勝。そうですね。まあ3連勝したんで、うん先場所みたいにならないようにそこからが集中してやりましうた。ん。なんかでもその全体を通してさ、はい。すごくなんか落ち着いてる感じがすごいそうですした。ね。なんか何も考えずに今場所はやろうと思ったんで、まあ、いつもは勝たないといけないと思ってたんですよ。今場所はリラックスしてできました。そうだよね。なんかすごい落ち着いてるなっていう印象だったね。さすがに6番目7番目はめっちゃドキドキしてたんですけど6、7ぐらいからもう湯が見えてきたの？そうですね。まあ6、いやでも6勝って、まあ優勝決定戦だったじゃないですか。まあ6勝ったら勝負だなと思ってたんですね。でも最後さ、はい。まあ相手がそのまあ元幕内はの人気のある方だったじゃない。結構どんな会場はアウェーみたいな感じだったまの？あアウェーだったんですが、まあ、僕の応援も多かったんで、まあ、それは嬉しかったですね。緊張は？緊張でも、まあ、前日の夜はやっぱしてましたけど、まあ、でもその花道から土俵に入るときはもうやってやろうってなってたんで、そんなになかったですね。あ、そう。バクバクとかはその下入ってからなかったですね。まあ、思いっきり師匠にやってきなさいって言われたんで、まあなかったですね。なんか今までだったらありそうだけどね。じゃあ今までは死んでたですねそうだよね。でも本当なんかもうやってやろうの方が強くて、全然緊張とかは全然なかったですね。親方にその思いっきりはいやれはその朝の稽古の時に、悔いないように自分で考えた相撲を思いっきり取ってきなさいって言われたんで、まあ、自分の中でもこうやってやろうっていうのは頭の中であったんで、まあ、ちょっと違うかったですけどそうだね。はい、中に入られたくはなかったんですが、まあ、体動いてできたんで、よかったです。勝った瞬間がやっぱ人も多かったんで、すごい気持ちよかったですね。そっか。上見ながら僕入ったんですけど、すごかったですね人が。空気に飲まれたら負けかなと思ったんで、でも飲まれず。はい、飲みました。飲んだ。なんでそんな変わったんだろうね。まあ、日々の努力じゃないですかあでもコツコツとやってたのが今になって出てくれたんでよかったです。ね、まあ実力はねずっとあったけど、そのまあそうですメンタル面がちょっとはい。ね。それも2026年初っ端な、まあ、こうやっていいスタートできたのが良かったです。ね。はい、それ良かった本当に。最高のスタートだよね。そうですね。最高です。まあ年男でもあるので、そっか。一番やっぱ印象残ってるのは最後。取り組みとしては。まあでも僕的には、まあ、最後もありますけど、久々に勝ち越せたのが最初は嬉しくて、もうこれで後半弱いんで、まあ優勝狙いなさいと師匠にも言われたので、だったらできちゃったです。最後は言われたのって勝ち越した日に挨拶に行った時に優勝狙っていきなさいって言われたんで、ここからあと3番567で。もう良かったです。そうだよね。まあその夜は寝れなかったです。興奮して。あ、そう。脳が興奮してたんで。アドレナリンが出たのかな。そうですね。何百回って自分の動画見たですね。嬉しかったですし、最後師匠と握手した時も泣きそうになりましたし、頑張ってこられたんですけど、でも最後門出たらお姉ちゃんもいて、来てたんだ。はい、泣きそうになったんですけど、ファンに囲まれて涙が止まりました。現実に。はい。すごいね。顔だけ見に来てくれて。わざわざ。で今日来るのって言ったら、今日仕事で来れなくて。
お姉ちゃんだけ来てたの？そうですね、長女だけ本当休みだったんで朝起きて新幹線で来てくれて、で、顔見て帰ってくれて、すごいね、はい、勝っててよかったです負けてたら最悪ですね親とこんなやり取りしたとか？親もうその日マジで忙しかったですね。まあでもなんですかね、まあ、親で言ったらやっぱり、終わってから出て携帯見た時に、まあ、家のグループの LINE が荒れてて、荒れてる？はい、もういっぱい来てて、本当感動したって言って、涙の写真送ってきたりとかまあでも電話した時も、お父さんもお母さんも喜んでいて、本当よかったですね。まあ弟からも LINE 来てて、おめでとうだけですけど、まあちょっとは強い姿見せれたんじゃないかと思いますね。でもあれですね、今日表彰式があって、表彰状もらったんで、それ2枚あったんで、もう1枚親に渡したいなと思ってます。親方はその花道奥でさ、なんか握手してるのは見たけど、言葉は何かあったの？まあおめでとう、よくやったなみたいな感じで言ってもらえて、嬉しかったですねマジ泣きそうになったですでもここはゴールじゃなかったんで、泣きそうだったんですけど、やっぱ関取上がってが目標、なるほどね。今全勝優勝してさ、どのぐらいまで予想的には上がりそうなの？でもよくて5枚目とか、まあ5枚目多分入んないと思うんですけど、7、8枚目ぐらいまでは上がると思う。一桁には乗ると思います。親方も当時その幕下の最下位つけたしから優勝して、でまたその次の場所も優勝してで関取になってたもんで十両2回優勝して幕下上がってすごいですね。じゃあ5枚目に入れば大きいですね。そうだね、その可能性もあるんだね。でもすごいですね、世界さんの話したんですね。あと最短2場所でいけるって優勝したらで、あと優勝したんで、言っとくもんですね。最初だって優勝しますの前にあったじゃないですか、新年会でね。新年会で最初あったじゃないですか、あったね。それを優勝しますに変えたじゃないですかやっぱり言っといてよかったんですよ。最初なんか勝ち越しますみたいなことをなんか、でもなんか嫌だったんで変えて正解ですね。あれが勝ち越しますだったら勝ち越しで終わってたかもしれないです。2パターン取って最初ボツにしたってことだよね。言霊ってあるね。裏話ですよ。裏話はそうだね。やっぱ優勝した後っていろんな人から連絡は？そうです、すごい連絡いただいて、本当に後援会の会長もそうですし、本当に昔の中学校の友達だったり、本当にいっぱい来てすごかったです。みんなすごかったですね。100件以上来たですねどう、みんなその若い衆とか仲間からは？そうですね、もうみんなで動画テレビ見ながら撮ってくれてて、すげえみたいになっててでもこれで高山部屋活気つけれたかなといいスタートで、でもなんていうんですか、炎鵬さんのなんていうんですか、ドラマがあったじゃないですか、怪我して、それもあって僕も頑張ってやってきたんで、その2人が当たって、そうだね、炎鵬さんのおかげでそうですよね、より注目されたよね。ありがたいですね。そこに勝てたのはやっぱ自信にもなりますね。やっぱ強かった？一番危なかったですね6番7番やって、上位の方で6連勝してて、一番危ないって言ったらそうですね、最後体預けて紙一重ですよね。あそこで打っちゃられてたら僕の負けですし、よかったです。でも安定してるように見えたけどね。場所はそうですね、よかったです。全然違う人みたいな。ちょっと人が向けたんじゃないですかじゃあ、ありがとうございました。終わろうとしてる今日はね、なんかもうここで完全取っちゃってるけど、これから千秋楽パーティーなんで、そうですね、パーティー前に申し訳ないね。いやいや、ありがとうございます。でも来場所が勝負、バッて番付があるんで、そうだね。じゃあもう次場所はもう上位の5枚目入ったら重量戦も組まれるかもしれないですし。そうなったらあれ大イチョウ？そうですね。見てみたいね気抜けないですね。明日からまた頑張るしかないですね。
でもさ、なんか成長した感じにだと思うんだけど、はい、なんか変えたの、稽古なり、なんかそのマインド。稽古場では、うん先場所、正月も言いましたけど、落ちるのが多かったじゃないですか、前に。その落ちないようなトレーニングも教えてもらいましたし、前に出る相撲、もっと前に出る相撲と、やっぱり、思考をいっぱい踏んだですね、今場所は。思考、腰割りを、基礎をいっぱいできましたね。やっぱそういうのが大切なんだね。あと、狼雅関といっぱい稽古させてもらって、今場所は本当に仕上がってたんで、毎場所仕上がってるんですけど、自信持ってやれたっすね。なるほどね。でもそのメンタルってどうやって保ったっていうか。今場所ですか。あんだけやって負けたらしゃあないなと思う気持ちでやったっすね、僕は。稽古もできて、師匠に治療も行かせていただいて、で、前日金曜日休みだったんですけど、場所前の。で、温泉に一人で行って、昼からゆっくりできて、こんだけやって無理だったらしゃあないわと思って、もうこれで勝ち越せなかったらもうなんていうんですか、もうええわみたいな感じで開き直ったっていうか、だったら、今場所も3連勝して、ここからが初日と思ってやろうと思ったら優勝できたので、基礎を本当にずっとやってやりきって、基礎もやって、心技一体が揃ったんじゃないですか。本当に悔いなくやれることができてたから、今場所は毎場所頑張ってるんですけど、場所にも出せれたですね。怪我ももうじゃあ全然順調に。怪我はずっと順調ですね。悪い時もありましたけど、よかったです。よかったよね。本当。最高ですね。最高だよね。あともう一回、もう早ければあともう一回だもんね。何がですか。関取まで。来場所全然、15枚目圏内入るんで、決まることもありますし、でも、大阪で地元でご当所で自己最高で帰れるっていうのは嬉しいですね。去年も自己最高で帰って、4連勝して優勝争いできるかなと思ったら負けて、今年こそ、今年はもっと上の番付で帰れるんで、嬉しいですね。そこで勝って決めたらもっと最高だよね。もうやばいですね。ね、脳汁が。三田さんが5枚目入ったら地獄の始まりだよって言ってたんですどういうことどういうこと。5枚目って狙えるとこなんで、皆さんは去年2連敗スタートだったんで、地獄だよって言ってたんですけど、やっぱ周りも気合がすごいしみたいなこと。やっぱ今回最後上位5番で取ったんですけど、勝ち越しのかかる方であったりいろいろあったんですが、やっぱみんなちょっと雰囲気違うんですよ。やっぱ死ぬ気でやっぱそこはみんな狙いに行ってるんで、だから雰囲気も全然違うんで、頑張らんとなと思って。確かに関取と若い衆の天と地の差っていうか、そうですし、でも本当に数枚しか変わらないわけじゃないですか、あそこって。関取重量14枚目と幕下1枚目って半枚しか変わらないわけじゃないですか。だからみんなもう死ぬものぐらいで。なるほどね、そうだよね。でライブしかそこで戦えるっていうのは、モチベーションも上がりますね。前回も言ったじゃないですか、上位入った時、楽しみって、楽しみですね、来場所またちゃんこ番も抜けて、ここ使わなくていいですよ。いや別にいいんじゃない。そっか、番付発表やったらまた、15枚目以上は免除だから、いなくなっちゃうのか。またまたいなくなっちゃう。帰ってこないように頑張ります。そうだね、確かにすぐ帰ってきちゃったんで。そうだそうだ。また勝ち越して、もう今年は徐々に上げるって思ってたんです。優勝できたんで、今年関取で上がるってことを、新年会でも言いましたけど、頑張ります。もう一気にいっちゃったね、初場所で。徐々にと思ってたんですよ。でもこれはもう勢いよね。そうです。去年も勢いのまま上がりたかったんですけど、怪我もあったんで、勢いって大事なんで。確かに。あとさ、親方にさ、花道で声かけたもらった以降に帰ってからなんか話とかそういうことはないの？そうですね。その日ご飯誘っていただいて、師匠とおかみさんと京田と行ったんですが、よかったなって言って、もう師匠もいっぱいお酒飲んで喜んでいただいて、おかみさんも泣いたよって言ってくれていただいて、
嬉しかったですね、そういう師匠に、まあ、ちょっとだけ恩返しできたのかなと。あとどんな会話したの？そうですね、もう勝った時最高だっただろうみたいなもう会場がもうブワーってなって、幕下であんなになんていうんですか、そんな応援合戦みたいな感じでなるのはないので、本当やばいだろうみたいなはい、やばいっす関取上方もっと気持ちいいんだよっていう話をして、そうっすね、鳥肌立つねそれ、はい、来場所勝負だなっていうのを、はい、話はさせてもらいました。いいね、あったかいね、最高です。本当寝れなかったっすねマジで。でも満足はしてないですね。ここからが勝負ですねまた。そうだね、番付落としてたっていうのもあるもんね、ちょっと、はい、だいぶ全然そこから上がって落ちての繰り返したんで第3章ですか。第3章、第3章この間第2章だったし第3章というか落ちたら章が変わるんだねでも本当良かったですね、4場所連続負け越してたんですけど、ここでガンっていけて、そうだね、地道にやってたのが、明日から場所休み？そうです。はどうするの？大阪に帰ろうかなとは、はい、お母さんとお父さんにも、顔見せてあげたい、正月帰ったんですけどやっぱ優勝したんで、表彰状であったり、賞金いただいたんで、ご飯一緒に連れて行ってあげたいとかちょっとしたいです。ちょっとでも親孝行、いいね。あとは相撲道場とかにやっぱ顔出したり、自分が昔通ってた、お世話になってるから挨拶行ったりしようかなと思ってます。いいね。ものにできたのでかいですね。やっぱ優勝決定戦、優勝なんて幕下ですけど、どこでもあるかないかじゃないですか、人生で1回、そこものにできたのは大きいですね。そうだね、確かに。なんであと部屋で撮ってないのは幕内と3段目だけです。そっか。序二段が狼藉来て、で3段見なくて幕下自分取って、で十両で三田さんが取ったんで、あと幕内3段目だねっていう話も師匠として。なるほどね。ずっと見てくれてる人になんかちょっと、はい、メッセージですか。メッセージもらってもいいですか。おかげさまで優勝することができました。これからも、関取上がれるよう頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。梅ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。